物だよ。ふふふ、今回はマザーボード、マザボの動画。P650 スティールレジェンド Wi-Fi だよ。最近発売した ATX マザーなんだ。この子の特徴は何と言ってもこの見た目だね。白マザーの中でも基板まで真っ白なタイプ。アスロックで白基板といえば、前にインテル CPU 対応の P760M HDV M.2 があったと思うけど、今回はライゼン対応のマザボ。しかもスティールレジェンドだからこんな感じにヒートシンクもガッチガチ。質感もエッチエチ。うへへへへ。もちろんこれまでのスティールレジェンドと同じ黒やグレーのアクセントも入ってて、全体的にソリッドなデザインになってる。アズソリッド、アズアロック、まさにアスロックを象徴してるようなデザインだね。そしてスペックも解説しちゃおう。この子は ATX フォームファクタの AM5 マザーボード。チップセットは B650 で、グレードとしてはミッドレンジやや上って感じかな。この子を一言で表すなら、とにかく長く使えるマザーボード。これに尽きるだろうね。電源回路がかなり強力な設計になってて、フェーズ数はメインに14フェーズと SOC 用に2フェーズ、その他供給用に1フェーズの構成で、このうちメインの14フェーズには 80A のドクターモスが使われてる。まあこれ自体は最近のマザーでは普通って感じなんだけど、すごいのがコンデンサで、ここに 20K ブラックキャップコンデンサってのが使われてるんだよ。普通マザーで使われるのが 5K コンデンサってやつで、これが85度環境で2年くらいの寿命になる。そして B650 ライブミキサーとか X670E タイチみたいなアスロックでもかなり強力なマザー。これには日コンの 12K ブラックキャップコンデンサっていう一段上のコンデンサを使ってて、これが同じ環境で13年くらい持つんだけど、P650 スティールレジェンド Wi-Fi で使われてる 20K ブラックキャップコンデンサはそれよりさらに上。だいたい20年くらいの寿命だよ。なかなかやばいっしょ。ここら辺の詳しい話とかはアスロックの公式配信とか見てほしいのだけど、とにかく長く使える電源回路になってるんだよ。そしてこの子は電源回路だけじゃなくて、機能面から見ても長く使えるようになってて、まず CPU のソケットだね。そもそもの話として、ライゼンのソケットは世代をまたいで長く使われる傾向があって、一つ前の AM4 ソケットなんかは2017年に登場したけど、AM5 が登場した2022年までずっと最新の CPU 用ソケットとして使われてたし、そのおかげもあって、マザーを買った5年後に CPU だけ新型のライゼンに乗せ替えるなんてこともできたんだよね。そして AM5 はそんな AM4 の後継になるソケットで、これも長く使える予定だから、マザーの高耐久を活かしやすい。そして AM5 ソケットに更新されたタイミングで、メモリも最新の DDR5 対応になってて、これも数年使えるし、ここのグラボ用のスロットと1番目の M.2 スロットは両方とも最新の PCIe 5.0 に対応してて、これはまだ普及してないけど、今後グラボやら SSD やらは絶対対応してくる。という感じで AM5、DDR5、PCIe 5.0 の3つの5に対応してて、規格も製品も長持ちする高耐久なマザーボードだよ。そして他のスペックは背面端子類はこんな感じに、USB の 2.0 が4つ、3.2 の Gen1 が4つ、Gen2 の Type-A が1つと、22Gbps の 3.2、Gen2×2 の Type-C が1つ。LAN はドラゴンの 2.5G LAN で Wi-Fi と Bluetooth にも対応してる。オーディオ系は SPDIF がついてるのがいいね。ストレージは SATA が4ポート、M.2 スロットが3つ。フロントパネル用の USB は 2.0 ヘッダーと 3.0 ヘッダーが2つ。Type-C ヘッダーが1つ。Type-C ヘッダーが 5Gbps なのが注意点かな。そして何気に気をつけておきたいのがサンダーボルトレディじゃないってこと。サンダーボルトの増設カードは対応してないから注意してね。そして価格が発売当時で 38,800 円。普通よりコストのかかる白基板でハイエンドクラスの部材もガンガン入れてるってことを考えればすごい魅力的な価格だと思う。しかも高耐久な AM5 マザーで数年後に新しいライゼンに切り替えるって時にも続投できる可能性が高いし、そうなったらマザボ買い替える必要なくてお得だよね。基板品質とかもいいからトラブルフリーでパソコンを使いたいって人とか、ガンガンライゼンを使い倒したいって人にはすごい魅力的なマザーに仕上がってると思うよ。ということでそんな B650 スティールレジェンドで1台パソコンを組んでみたから紹介しちゃおう。まず組み立てムービーからどうぞ。
むふふ、どうかな？テーマは光らない質実剛健な白色 PC。エイプリルフールネタで X の名前を白と桃にしたのだけど、認証マークの使用で戻せなくて困ってるよ。
これまで白色 PC はいくつか組んできたけど、基本的に水冷かつ光る PC なんだよね。もちろんこれもすごい好きなんだけど、今回のマザーボードはスティールレジェンド。せっかく高耐久をコンセプトにしてるマザーなわけだし、クーラーも寿命の長い空冷タイプを使いたいじゃん。ということで今回はディープクールの大型空冷クーラー、アサシン4をチョイス。フラクタルデザインのケース、ポップエアーと組み合わせて、シックな白統一で決めてみたよ。ただこの組み合わせだと、クーラーでかすぎて白マザーの意味なくねって思うかもだけど、グラボ下の部分は結構隙間が大きくて、しかも影になるから白基板のマザーにする意味は結構あるんだよね。そしてメモリもチームの T クリエイトっていう光らない白メモリを使ってる。これもめちゃめちゃ合うでしょ。そしてファンもポップエアーの付属のフロントファンが 120mm のやつで寂しかったからサーマルライトの 140mm ファンに入れ替えたね。1個3000円する高級ファンだけど、白いファンの中ではトップクラスに性能が高いから今回は買ってしまったね。そしてとどめに電源ケーブルもしっかり延長ケーブルを使って白にしてる。電源ケーブルを白くするための方法は3つあって、最初からケーブルが白くなってる電源を使うか、白い延長ケーブルを買ってつなぐか、専門の業者に頼んで電源専用の白いケーブルをオーダーメイドで作ってもらうか。それぞれにメリットデメリットがあるんだけど、今回は延長ケーブルで白くする方法を選んだね。どんな電源でも白くできるからお手軽。そして今回は前回に引き続きオメガケーブルスっていう国内のスリーブケーブル販売サイトのものを使ったよ。ここの延長ケーブルは品質が魅力で、Amazon とかで売ってるやつより価格が高めなのだけど、こんな感じに見た目が良くて金属のコームを追加できたりする。オプションで配線部材を高品質なものにできるから、延長ケーブルにありがちなパソコンの電源が突然落ちるみたいなことを防いでくれる。このチャンネル限定で 15% オフのクーポンコードもあるから、気になったら概要欄のリンクから使ってもらえれば幸いだね。という感じに PC をサクッと紹介したところでスペックだけど、今回は前回に引き続き CPU に Ryzen 7-7800X3D を使って、グラボはラデオン RX7800XT の組み合わせ。7800XT は GForce でいうところの RTX4070 と4070スーパーの間くらいの性能で、フル HD より一段上の WQHD 画質に最適なグラボになってるよ。こんな感じに Apex とかは WQHD 画質の最高設定でも 200fps は余裕で超えれる。CPU もゲーミング性能の高い 7800X3D と組み合わせてるからボトルネックも小さいし、キャッシュが多いおかげでフレームレートの落ち込みが小さいのも魅力だね。ただサイバーパンクみたいなレイトレタ用の AAA タイトルはさすがに厳しいものがあって、WQHD 画質のウルトラ設定で 60fps を割っちゃってるんだけど、こういう一人向けの対策ソフトなら、ラデオンにはとっておきの機能があってだね。それがこの AMD フルイドモーションフレーム、略して AFMF。これは前の動画で紹介した NVIDIA の DLSS3 のフレーム生成に近い機能で、グラボの AI が次に来るフレームを予測、生成して、フレームレートを疑似的に引き上げる機能だよ。昔からのラデオン使いならおなじみのフルイドモーションのバージョンアップ版だね。これを使えば同じシチュエーションでも 100fps くらいは出すことができるよ。そして AFMF の本当にすごいところはゲームを選ばないってところ。要はゲーム画面全体をラデオン側で読み取って生成するみたいな感じだからゲーム側の対応がほとんどいらないんだよね。これの輝く例の一つがアーマードコア6。このゲームはソフト側で 120fps の制限がかけられてて、どんな環境でもこれ以上の fps は出せないのだけど、AFMF はそれを完全に無視してフレーム生成ができるから、疑似的に 200fps くらいまで上げられる。オーバードウェポンみたいでロマンあるね。そして 60fps 制限の原神にもこれは使えて、こっちはフルスクリーン表示の仕様がちょっと特殊だから起動設定を変更する必要はあったけど、それでもゲーム側に手を加えずに 100fps くらいまで疑似的に引き上げられる。この機能、かなり強烈でしょ。もちろんこれはあくまでヌルヌルに見せかけてるだけで、実際のゲームのフレームではないから、Apex とかバロみたいな対人ゲームではそこまで意味はないのだけど、重くなりがちな一人向けのゲームとか、フレームレート制限があるゲームでは相性抜群なんだよね。ここら辺のラデオンの機能はこの暗黒面に染まった私より黒っぽいラデオン系 YouTuber が詳しく解説してるからぜひ見てもらえれば幸いだよ。そして性能以外にも温度とか消費電力とかも大事だよね。ということでまずサクッと、今回のマシンの計測結果を出しちゃおう。ふふふ、なかなかいい感じでしょ。
今回のディープクールのアサシン4にはデフォルトのパフォーマンスモードと回転数を落とす静音モードの2つがあるんだけど、今回のテストは全て静音モードで動かしてるよ。そんなマシンだけどゲームベンチマーク中でもグラボ温度は70度もいってないし、 CPU 温度も60度以下。そして今回からは参考程度にシネベンチとファーマークを同時に動かして CPU とグラボを全力で動かす激重な複合テストも試したけど、グラボ温度は余裕、 CPU は上限温度の89度近くまで上がってたけど、クロックはしっかり 4.8GHz まで出てるからこれも問題ない数値だね。そして消費電力がゲームベンチマーク時に 350W くらい、さっきの激重なテストをしてる時が 400W 超えるくらい。どんなに多く見積もっても 750W の電源で十分足りそうだね。そして最後に騒音。CPU クーラーも静音モードで動かしてるおかげでかなり静かだよね。むふふ。ということで検証も終わったところで今回の動画は終わり。OS 込みで30万円くらいのパソコンだね。性能だけで見ると同じ価格帯の BTO にはちょっと負けちゃうんだけど、マザーボードや冷却とかの足回りは最高クラス。何より見た目が最高にいいから満足感はすごい高いね。こういうこだわりのパーツを惜しげもなく投入できるのが自作の醍醐味だよね。何かこのマシンのこととかで質問とかあったらコメントしてもらえると嬉しい。マシュマロとかもやってるからぜひ見てみてね。ということで今回の動画はおしまい。また次回の動画もよろしく。バイバイ。